勘違いがうまいって。皆さんこんにちは、犬です。今回は引き技犬流秘技でございます。今回の目次、引き技です。これに関してはたくさんのリクエストをいただいていましたね。本当にお待たせいたしました。ようやく触れる時が来ました。僕にとって引き技はね、本当に思い入れの深い技でして、すでに僕より上手な方はたくさんいらっしゃるとは思うのですが、これからも僕に伝えられることは余すことなく動画にしていこうと思っております。ぜひマスターして楽しめる場面を増やしてみてください。持っている技術や考え方を全てお伝えするには動画1本じゃ到底無理でした。ということで、このように分けて動画にしていこうと思っております。この5つの動画を見てたくさん練習に励んでいただければ、ある程度のレベルまで引き技の理解度は高まると思います。そこからさらに自分の持ち味に合わせて味付けをしていっていただければ、さらに楽しめるんじゃないかなと思います。今回はその1です。その1と聞いて皆さんどうですかね。僕にはその1初級かな、俺には必要ないなという声が想像できます。本当にそうですかね。お気持ちはわかりますが、初級といってもすごく大事な内容なので、もしできていないとコツコツとこの動画から見て練習する人にウサギとカメ食らっちゃいますよ。今回もできることなら高校生の頃の自分に見せたいと思える内容になっているので、ぜひ皆さんチャンネル登録をお忘れなく、そしてお近くの剣道少年剣道少女にも役に立ちそうであれば教えてあげてください。引き技を打てるようになるメリット3つ、できるようになった先にあなたはどのように進化しているのかということについてお話ししていきます。1、王子技が上手くなります。いやいやいや、犬さん引き技でしょ。まあまあわかりますけど、その発想は引き技をつばぜり合いからのものと思い込んでいる証拠ですね。皆さん結構いろんな場面で使っているはずなんです。前にさばくしかできないと結構窮屈です。これらの場面で上手に何の抵抗もなく打てる体と感覚を作っておくと、今まで以上に見えていなかった打つチャンスが見えてくると思います。2、つばぜり合いが自分のフィールドになる。もちろんつばぜり合いから打つ引き技もやります。引き技が上手になると逆にどうすれば打たれないかも分かってきます。自分は狙える、相手には打たせないように組む。これができると試合を有利に運べますよね。上段の対策が苦手でという人もつばぜり合いから打てるようになってしまえば、相手が上段でも中段でも同じことです。では3つ目のメリットを説明するために、歴史の授業、つばぜり合いの昔と今、犬講座。はい、ということで、つばぜり合いの昔と今ということでホワイトボードで解説させていただきたいと思います。では、昔のつばぜり合いどうだったかっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、昔今と分けさせていただきました。まず昔の試合時間におけるつばぜり合い、どれぐらいの時間があったと思いますか？なかなか今の中学生高校生には信じられないかもしれないんですけど、なんと
半分以上、試合時間の半分以上がつばぜり合いだったんですね。今だったらすぐ別れないといけないですよね。でもずっとつばぜり合いだったんですよ。でそれはなんでかっていうのが次のところなんですけど、2番、綺麗に別れるルールはなかったんですよ。はい。なのでつばぜり合いになってそろそろ切りたいなと思ってスーッと下がると追っかけてダンダン打ってきちゃうんですね。でそうなった時に下がった方が悪いというので追っかけて打った技も一本になってしまうから安易に下がれないし、しっかり崩して引き技を打つか相手を追いかけられない状態にしっかり崩すか、相手と気持ちを合わせてスッと分かれるか、これだったんですね。でも当然どうでしょう、こういうルールだったらつばぜり合いで相手下がるの待ってちょっとでも引いた瞬間に追っかけて打ったら有利ですよね。なので試合時間の半分以上がつばぜり合いっていうのもまあうなずけるところですよね。はい。じゃあちょっと整理して、試合時間の半分以上がつばぜり合いである。で、綺麗に分かれるルールはない。この状況だったら引き技の重要性ってどうでしょう。引き技が打てるか打てないか、これかなり重要になってきますよね。なので引き技の重要性は高いと言えると思います。では今のルールではどうか考えてみましょう。コロナのルールができましたね。昔は試合時間の半分以上がつばぜり合いだったのに対して、今のルールではつばぜり合いはどれぐらいの長さですか？はい、一応一呼吸はい、つばぜり合いは一呼吸3秒を目安というふうになっています。はい。では2番、離れるときは、はい、はい、離れようとしているときに打っちゃダメ、入っちゃダメですよね。こう切りましょうってしてる腕を伸ばしたところに技を出してはいけないし、下がると見せかけて間合いを詰める、これは反則になってしまうというルールがあります。また、これ僕の感覚ですけど、裏交差とか時間空飛とかそういった反則も多く取られるようになったような気がします。反則が多い。はい、昔と比べてどうでしょう。つばぜり合いは一呼吸3秒ですぐ解消しなくちゃいけない。で、離れるとき打っちゃダメだし入ってっちゃダメだから、切りましょうねってやったところは打っちゃいけない。引き技なんか打たなくてもスッと手を伸ばしてしまえばとりあえず安全に分かれることができるみたいな感じ。いいですよね、楽で。こうやって手伸ばして、はい、お互いに離れましょうってやってる間は
気抜いたっていいわけですから、人間楽は大好きですからね。ということで、こちらに比べてこの1番と2番を踏まえると、引き技の重要性は当然低いとみんなが考えるから美味しいんですよ。美味しいっていうのはくれぐれもコロナが良かったとかそういうこと言ってんじゃないですよ。中には文脈を捉えない方もいらっしゃるのでね、ちゃんと言っときますけど、このルールによるみんなの勘違いがうまいって言ってるんです。さあ、3つ目のメリットでございます。それは相手の引き技のレベルが下がっている時代、これですね。コロナ禍におけるルールができましたよね。近い距離にとどまらず、なるべく早く相手と距離を取る、感染のリスクを下げようということですよね。技を出す場合はつばぜり合いに入ってから3秒以内を目安、一呼吸以内に技を出す。この社会情勢の中でも剣道を続けていくための慣れないルールを練習の段階からそれぞれがお互いに徹底し、試合中であっても自分の有利不利は一旦置いて、スッとお互いに間合いを切る、相手のことを思いやるその姿勢は本当に素晴らしいなと、ルールができてから初めて審判をさせていただいた時そう思いました。ですがこの時でさえ引き技が禁止ではありませんでした。今ではつばぜり合いから一呼吸というには少し長いなと思うところからも一本になる場合を見かけることが増えたように思います。客観的に見てですけどね。引き技を打たない環境の中で稽古をしていると当然対応力は衰えるし、対応の仕方を知らないということもありえますよね。気を抜くなと試合当日に言われても無理です。つばぜり合いが短いこの環境はうまくならざるを得ないという意味で好都合。多くの人が引き技を打たないことを選びやすいのも好都合。二重の美味しさがあります。あれ、3秒経ったじゃん。今別れようとしたのにといくら思っても、打たれて旗が上がってしまえばその判定が覆ることはなかなかありません。意識を変えて打てるようになっておくこと、打たれない技術を身につけておくことが大切と思います。よく一本集や有名選手の試合動画などで鍛え上げられた素晴らしい技の数々を目にすることがありますよね。参考に真似てみる、これはもう今の時代当たり前と言っても過言ではないと思います。でも真似てみるんだけどどうもうまくいかない、そうこうしてるうちにその技を習得するつもりでいた自分はどっかに行ってしまい、なんだかいつも通りの稽古をただやっている、そんな経験はありませんか？そう、僕です。いや、僕もそういう経験がありますですね。単に真似ても高いクオリティでできないことがあります。形はできるんだけど実践では使えないとか、理由は基本的なことを抑えていないからという場合が多いと思います。だから表面だけ真似てもしっくりこないということが起こるんです。例えるなら、まだ歩けない子供に走れって言ったって無理ですよね。まず上手に歩くことから。引き技が得意ではなく重要とも思っていなかったこの僕が、先生から引き技使えねえんじゃお前この先ねえぞって言われた僕が、つばぜり合いになれば負けないぞと思えるようになった、苦労して手に入れた技術や感覚、考え方をできる限りお伝えしていきます。頑張っていきましょう。
まずは細かいことは気にせず、つばぜり合いに慣れていきましょう。引き技を打てるように自分の後ろを広く取る練習です。コーナーからスタート。5秒以内に相手の裏に回り込めれば勝ち。相手は裏に行かせない。もしくは場外に出せれば勝ち。ラインがなければ場外のルールはなくてもいいです。よーいスタート。4、3、2、1。よーいスタート。よーいスタート。5、4、3、2、1、0。よーいスタート。5、4、3、2、1、0。引き技も剣先から中指の間に当てないと一本にならないため、一定の距離を作る必要があります。三角が潰れた近い距離から打つ時だけ大きく離れようとするとバレてしまいます。三角をキープできていると打つ動作を小さくできます。手の甲が相手に向き、脇が空いてしまうと力が入りません。相手に押された時、三角が崩れて相手だけが打てる体勢になってしまいます。普段の構えと同じように手首を立てて肘を体につけて三角をキープします。押されても三角をキープできるし、こちらから崩したい時に体ごとパワーが相手に伝わるようになります。こういう体の使い方を覚えると、小さい人や力のない人も簡単には崩されなくなりますよ。これは分かりやすく言うと、つばぜり合いにおける構えです。意識しなくても自然にこの状態を作れるようにするといいです。しっかり左足に乗って踏み込む。引き技の踏み込みは別物ではないです。遠くから打つとき、左足に体重が乗って蹴りますよね。だんだん間合いが近くなれば踏み込む幅が小さくなるだけです。この一番近い距離、その場踏み込みになると考えましょう。いろんな体勢から打てるようにするんですが、まずこれができてないとかなり旗を上げてもらいづらくなります。右足で左足を押す踏み込み、左足に乗って打つ踏み込みの比較です。右足に乗って体を蹴ることと踏み込みをやろうとすると、このように左足がぴょこんとなる不自然さが出てきます。僕は昔こうでした。早く打ちたい、当てたいと思うとこうなります。当たっても一本にほぼなりません。この不自然さがあるだけで審判の旗は一瞬迷い上がらなくなります。相手が強くなるほど相手に比べてどうしても見劣りすることになってしまいます。できるだけその場で踏み込む。このようにラインを用意したり動画に撮るといいと思います。僕もラインから少し後ろになってしまっていますね。改善しないと。意識はその場、もしくはちょっと前に踏み込む意識でやっています。引きながら踏み込むと遅くなるだけでなく相手に分かりやすくなってしまいます。必須の意識なので、まずは基本のその場踏み込みをしっかりと身につけましょう。基本ができれば応用はいくらでもできます。強く踏み込むには真上から真下に落とすイメージです。できるだけ早く、できるだけ爆発的に、素早く相手との距離ができるほど一本に見えやすくなります。
これよりこっちの方がこれよりこっちの方が一本に見えやすいですよね。そう言われると焦って引きながら踏み込んでしまいそうですが、踏み込みから引き足、踏み込んでから下がる、打ってから下がるです。後ろに倒れるくらいの気持ちで速く、本当に倒れちゃうこともあるので怪我には気をつけてコントロールしながら速さを目指してください。タタ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 ではなく、タタッ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 を意識してみましょう。引き技練習用の短い竹刀を作っていきましょう。使えなくなった竹刀のピースを4本用意してください。片手で使うので柄の部分を手1つ分残して印をつけます。そこから60センチほど上にもう1個印をつけます。僕は適当に切っちゃったのでちょっと短くなっちゃいました。60センチぐらいがいいと思います。印のところを切っていきましょう。ノコギリがいいですね。竹のくずが出るので怒られないようにやってください。1本切れたら他の竹にも節目を合わせて印をつけましょう。できたら切っていきます。なんか異様に切りづらかったんですけど、ノコギリこれ使い方合ってます？カインズフォームが悪いわけないんで、多分僕の使い方が悪いんですけど、皆さん怪我のないようにやってください。できました。次はこれをくっつけていきます。輪ゴムで固定するとやりやすいです。でもなかったら別にいりません。触れればいいんで、あんまり神経質に揃えようとしなくて大丈夫です。あと使えなくなった竹刀なので、ささくれや割れている部分は丁寧にチェックして、自分や相手に怪我のないように作ってくださいね。犬のお面は目が非常に見えにくいのです。ではテーピングテープを巻いていきます。これで振るとき滑りません。いいから早くやってよ。先端は閉じておきましょう。怪我防止です。完成。出来上がった竹刀で練習いきましょう。余った竹は背中かくやつでも作って誰かにプレゼントしましょう。その場打ち、
プラス跳ねる、これをひたすら繰り返します。正しい動きが自分に染み込むまで、使っていない方の手はお腹に当てておくといいです。小さい打突ではなく振りかぶって打つこと、上から叩くことを意識して小さく打つ時も役に立ちます。手足を合わせること、合えば気持ちよく跳ねれます。押さえつけないこと、打ったら脱力しましょう。無理に引き上げないこと、振りが遅くなります。自分で引き上げなくても手足が合えば自然に竹刀が跳ね上がります。その場打ちプラス引き足、さらに動きに慣れていきましょう。引き面は右手左手、引き胴は右手で練習をしましょう。反復練習によって力を入れるところと入れないところを身につけていきます。短い竹刀ではその距離で打てるけど、実際の竹刀だと距離が変わっちゃうから練習にならないんじゃないと思う人もいるかもしれませんが、一旦そこは考えなくて大丈夫です。この練習ではとにかく1本でも多く打ち、動きを体に染み付けることが目的です。面をつけて打ち込むときに間合いなどは工夫して考えていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。一番基本的なことですが、簡単というわけではないと思います。すぐできなくてもいいんです。この動画をここまで見たことが素晴らしい一歩。できないことに気づくのも第一歩。失敗っていうのは必ず通る道ですから、失敗じゃない、できるようになっている途中、楽しみながら堂々と失敗していきましょう。一つでもできることが増えたら今より強くなっているという分かりやすい証拠です。ここまで見ていただいたら、お話しした意味を少しでもなるほどねと感じていただけてるといいのですが、こういった基礎を押さえて応用していくと技のパワーや完成度が格段に違います。しかしここには忘れてはいけない大事なことがあります。それは圧倒的練習量です。感覚を染み付けると言葉では簡単に言いましたが、たくさん打たないとできるようにはなりません。今後の4本でも繰り返し伝えていこうと思っているのですが、本当にたくさん打たないとできるようになりません。だから楽しみながらやる必要があるんです。無意識にポイントを押さえた打突ができるようになるまでどのくらいたくさんかというと、僕は高校時代毎朝短い竹刀で反復練習をしていました。練習試合の合間、自分の試合がない時間は邪魔にならないところでずーっと引き面打ってました。踏み込みと空間打突です。地稽古では苦手な頃から相手が誰でも必ず3本当てるなど目標を立てて毎回やっていたし、試合ではつばぜり合いになれば必ず自分から引き技を仕掛けていたし、失敗して打たれたりも当然ありました。当たるはずないと思う場面でもがむしゃらに打っていました。普通の人がやっているという意識よりもやれているかどうか、これをいつも自分に問いかける癖がついていましたね。動画を撮りながら引き技の自分の衰えを感じて嫌でした。大人になるほど引き技を打たなくなってしまいます。僕の近くの界隈だけかもしれないですけど、やはり徹底していた頃より着実に錆びていってますしね。商談審査などでは使わないかもしれないですし、そのための練習に目的を置いて稽古をされている方には無理にお勧めするものではありません。ですがつばぜり合いも引き技も中間間も剣道を楽しむ駆け引きがたくさん詰まっている場所だと思いますので、これからも大切にしていきたいです。ここまでお話ししたようなできるようになることで得られるいいことは多いので、やる価値十分ってわけです。できることが一つ増えた時、本当に実感できると思います。できるようになる前に取り組むことをやめてしまうと良さは実感できません。楽しめる場面を増やせるように頑張りましょう。それでは。